みんな、ずんだもんなのだ。今日はとっても素敵な国を紹介するのだ。ずんだもんが紹介するのは、南太平洋に浮かぶキラキラな楽園、トンガ王国なのだ。みんな、知ってるのだ。実はトンガって、インターネットのドメイン、を世界中に貸し出して、それが国のすっごく大事な収入源になってるらしいのだ。意外すぎてもうびっくりなのだ。今日はそんなトンガの最新ニュースをなんと5つもたっぷりお届けするのだ。中でも特に注目なのが1つ目のニュースなのだ。HTHH 海洋生態系の父たる回復、科学者を驚かすっていう記事なのだ。トンガ、ハーパイ火山の噴火で壊滅した海の回復が予想よりも遅くて科学者さんたちがびっくりしてるらしいのだ。でも小さな命が頑張って豊かな海が戻ることをずんだもんも願っているのだ。この動画が面白いと思ったら高評価とチャンネル登録もぜひよろしくなのだ。さあ、トンガの今を一緒に見ていくのだ。南太平洋に輝く真珠、トンガ王国をご紹介するのだ。ニュージーランドの北東に位置するたくさんの島々からなる美しい国なのだ。首都はトンガタク島にあるヌクアロファ。青い海と緑豊かな自然が広がる、まさに楽園のような場所だと言えるのだ。トンガはポリネシアで唯一植民地にならず独立を保ってきた歴史を持つ誇り高い王国なのだ。現在も国王を元首とする立憲君主制が続いていて、伝統と文化が深く根付いているのだ。人口は約10万人と小さな国だけど、国民みんなが強い絆で結ばれているのが特徴なのだ。主要産業は農業や漁業、そして観光なのだ。特に温暖な気候を生かしたカボチャやバニラの栽培が盛んなのだ。また、ラグビーが国民的スポーツで、世界レベルで活躍する選手を数多く輩出しているのだよ。力強い歌や踊りなど、ポリネシアの伝統文化も色濃く残っているのだ。最近では、2022年の大規模な海底火山噴火からの復興が大きな課題となっているのだ。同時に、気候変動の影響を強く受ける国として、その対策にも積極的に取り組んでいるのだ。手つかずの自然と温かい人々、そして歴史と伝統が息づくトンガは、訪れる人々を魅了してやまない、本当に素敵な国なのだ。一つ目のニュースなのだ。HTHH 海洋生態系の父たる回復、科学者を驚かす、という記事なのだ。トンガ、ハーパイ、HTHH、火山の周辺海域で、海洋生態系の回復が予想よりも遅くて、科学者たちがびっくりしているのだ。2022年の大噴火から3年経ったのに、水中や海底の生物がなかなか戻ってこないみたいなのだ。チーフサイエンティストのレベッカ・ケアリー博士は、もっとたくさんの生物がいると期待していたのに、そうじゃなかったのだ、と話しているのだ。でも、海底の火山堆積物の中から、有孔虫っていう殻を持った小さな単細胞生物が見つかったのは良いニュースなのだ。この有孔虫が繁殖すれば、魚やイカみたいな大きな生物も戻ってくるかもしれないって期待されているのだ。さらに、火山の山頂の中では、外よりも栄養分が多くて、生命が少し元気に育っていることも分かったのだ。これは科学者たちの予想通りだったみたいで、ちょっと安心したのだ。この調査は、オーストラリアから54日間かけて行われ、トンガやフィジーなど国際的な40人もの研究者が参加したのだ。深海の生態系がどう回復していくのかを研究する貴重な機会になっているのだ。ケアリー博士たちは集めたサンプルを使って海底ケーブルへの影響や噴火の原因などこれからも研究を続ける予定なのだ。他の太平洋諸国も自分たちの海底火山の危険性を知るためにこの研究に注目しているのだ。噴火で壊滅した海の回復はゆっくりでも小さな命が頑張っていつか豊かな海が戻ることをずんだもんも願っているのだ。二つ目のニュースなのだ。本日タヒチで OFCU19 女子選手権開幕
という記事なのだ。みんな聞いてほしいのだ。南太平洋の島国が集まる OFCU 1級女子サッカー選手権が今日9月22日からタヒチでいよいよ開幕するのだ。この大会にはトンガ代表のジュニア、マタリキチームも出場するのだ。トンガの最初の試合はなんと開幕日である今日、クック諸島と対戦するのだ。そして次の日曜日はフィジーとの熱い戦いが予定されているのだ。ジュニア、マタリキの活躍に注目なのだ。3つ目のニュースなのだ。オーストラリア、トンガ王室訪問を歓迎という記事なのだ。トンガのトーポー6世国王とナナシパ王妃が9月18日から24日までの日程でオーストラリアを公式訪問したのだ。オーストラリア政府は国王夫妻を温かく歓迎し、シドニーに到着した際にはオーストラリアのペニー温外務大臣が夫妻を出迎えたのだ。このロイヤル訪問は両国の良好な関係を示すものなのだ。4つ目のニュースなのだ。ババウのパールセンター真珠養殖の成長を促進という記事なのだ。新しいババウ真珠センターが今月ネアイフにオープンしたのだ。このセンターはトンガの真珠養殖をさらに発展させて経済成長を促すために作られたのだ。真珠養殖はババウのたくさんの家族にとってとっても大切な収入源になっているから、このセンターがもっともっと盛り上げてくれるはずなのだ。5つ目のニュースなのだ。皇太子51人の警察官に一般警察業務の卒業証書を授与という記事なのだ。トンガ警察でとっても嬉しいニュースがあったのだ。9月24日、トンガ警察大学で51人の警察官が一般警察活動のレベル5卒業証書を無事に取得したのだ。電化トゥポーターウルカララ皇太子が直接一人一人に卒業証書を授与してくれたのだ。トンガ警察はこれは警察官がプロとして成長し法執行の分野でさらに優れるためのとても大切な節目なのだとコメントしているのだ。卒業証書を受け取った警察官たちは現代の警察活動やリーダーシップ、倫理的な行動といった能力をしっかり高めるためにとても熱心に努力したのだ。専門的な警察活動は安全で平和、そして豊かなトンガを作るための土台になっているのだ。この卒業は警察官一人一人の個人的な素晴らしい成果であるだけでなく、トンガという国全体の進歩にとってもとても大切な貢献になるのだよ。南太平洋の美しい真珠、トンガは誇り高き歴史と豊かな自然、温かい人々が魅力の国なのだ。火山噴火からの回復はゆっくりでも、小さな命は懸命に生きているし、女子サッカーの活躍や真珠産業の成長、警察官の育成など明るいニュースもたくさんなのだ。王室訪問で国際的な絆も深まっているのだよ。これからもトンガの豊かな未来をずんだもんも応援しているのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど、本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。